前回の動画の続きです。箱出し状態のホバリングは良好でしたが、機体に振動があるのでチェックしました。あらら、メインシャフトが曲がってますね。墜落も壁に接触もしてないのですが、曲がってます。とりあえず、私流のやり方で直してみましょう。シャフトの直し方は、過去の動画をご覧ください。私はいつもこの方法でシャフトを直してます。シャフトの曲がりを直すことができました。もう一つ気になるのがシャフトの加工傷です。数年前からシャフトの加工が雑になってきてます。初期の頃は綺麗なんですけどね。今でも部品として販売してるものは綺麗かもしれませんけど。2000番の紙やすりで水研ぎします。ドリルに取り付けて回しながら水研ぎしてもいいです。コンパウンドがあるのなら鏡面仕上げしてもいいですね。少し手間をかけるだけできれいに仕上がります。この加工の利点はスワッシュプレートの上下の動きが滑らかになるのと、この傷でシャフトに触れるスワッシュプレートの穴が削れるのを防げます。すべすべでございます。計110で一番機体の調子を左右する部分がこのシャフトストッパーの回転バランスです。夏場は特にこの部分が原因のラダー制御不良が起きる可能性があります。ちなみに指でシャフトを回すと瞬間的にこの回転数に達します。ちょうどチューンモーターを使い無負荷で回した回転数に近いです。指で回しただけでもこの部分の振動が伝わってくると思います。新型のマストストッパーは一応回転バランスに気を使った設計になっています。夏場にハイボルテージバッテリーを使い、スロットル 100% でぶっ飛びたい方は、ローターヘッドのバランスもチェックすると良いでしょう。回転バランス関係の詳しい説明は、この動画をご覧ください。概要欄にリンクがあります。初心者様が普通に練習する場合は、ノーマルのままでも問題ありませんので、一応知識として知っておくと良いでしょう。バランスの問題は、良いバッテリーを使った時に現れる症状です。知っておけばすぐに対処できますね。ちなみにこの新車のローターヘッドのバランスはこんな感じでした。少し調整が必要でした。サーボのニュートラルは手持ちのサーボホーンをいくつか付け替えてみたら良い感じで合いました。ここまで合わす必要もないと思いますが、気持ちはいいですよね。サーボのケーブルはこんな感じでまとめました。サーボのケーブルのほつれはもしかしたら新型サーボと旧型の区別のためかもしれないですね。わざとほつれさせてるのかも、そんな感じがしてきました。念のためにザーボを分解してチェックしたらすべて新型でした。ESC は収縮チューブを脱がせました。夏場は放熱性を考えるとこの方がいいと思います。廃品のメインギアで作ったスワッシュレベラーを使い、スワッシュの水平出しをしました。スワッシュレベラーの作り方は概要欄の動画をご覧ください。一応ノギスでもチェックしておきました。ボールリンクには注意点があります。ボールリンクははまる方向とはまらない方向があります。注意しないとスワッシュプレートのアームを破損することがあります。ボールリンクの長さを調整する場合は1回転回す必要があります。半回転ではボールにリンクを差し込めません。無理やり差し込むことはできますが、相当硬いですよ。半回転回せばぴったり水平になるのにという場面でも妥協が必要です。スワッシュプレートの水平出しの時にローターヘッドを外したらゼロピッチはどうなるのと疑問に思われるかもしれませんが、ローターヘッドを外した状態でスワッシュプレートの水平が出れば、あとは3個のボールリンクを同じ回数ねじって高さを調整するだけです。なのでスワッシュプレートの水平出しだけに集中してください。すべてのサーボのボールリンクは1回転ずつ回してはめ込みます。ステベなことを考えてると
何回ねじったかわからなくなるので注意が必要です。真面目にやったおかげで満足がいくスワッシュプレートの水平出しができました。ESC の収縮チューブや結束バンドを外したので 0.7g ほど軽くなりました。ホバリングテストです。今回は6軸モードだけではなく3軸モードでもホバリングをしてみました。まずはいつもの6軸モードです。初期の 2.2g サーボはニュートラル性が悪く、旧型の 1.9g サーボには遠く及びませんでしたが、やっと同等程度か少し劣るところまで来ました。総合的には 2.2g サーボの方が上ですけどね。これでピタホバ選手権にもこのサーボで挑むことができそうです。6軸モードのホバリングは眠くなるので次です。部屋の中で3軸ジャイロモードを使ったホバリング動画をあまり出してないので長めにホバリングしてみました。ホバリングの安定性は6軸も3軸もあまり変わりはないのですが、いざ機体が動いた時にそれを止めることが難しいのが3軸モードです。なので部屋の中でホバリングする場合は6軸モードの方が絶対安全です。6軸モードなんて練習にならないと思われがちですが、それは6軸ジャイロ任せで行き当たりばったりのホバリングをしてるからです。自分が決めた空間から何センチ動かないとか決めてホバリングすれば、それはすごい練習になりますよ。精神修行みたいなレベルまでいけるかもしれません。ということで新車の K110S を分解整備して最後は3軸モードでホバリングしてみたという動画でした。明らかにこの新しいサーボのおかげで K110S がさらに良くなっている感じです。このサーボが簡単に入手できるようになったら使ってみる価値はあります。でも新しいポテンショメーターのサーボか外観からはわからないですけどね。その場合は K160 か K170 のサーボを買うといいと思います。